く名古屋僕住んでるんですけど行くバーがあるんですよ。はい。でそこのバーのマスターすごい怪談が好きな方で、それこそその日来店されたお客様とかに怖い話とかないですかとかマスターが聞いてくれたりとかするんですよね。でそのマスターのお客さんで、たまたま僕相席になった方がいて、で女性の方でユノさんっていう女性の方なんですが、今から5年前にユノさん体調を崩して入院をされたんです。でその入院した病院っていうのが、総合病院で病院の敷地内に、24時間のコンビニがあったりとか、結構その施設的にいい病院に入院した、充実してるとか広いですね。そうなんですよ、でそこ入院して、で入院生活ってすごい正しいじゃないですか、規則が、でそれこそ消灯の時間が夜の10時だったり、でもなかなか寝れないと。でもやっぱり入院中食べれないものとかもいろいろある中で、どうしても我慢できないものがあった。深夜にアイスクリームが食べたくなったんですよ。でユノさん、とある晩食べたくなったから病室をこっそり抜け出して非常階段降りて病院から出て向かいにあるそのコンビニの方に買いに行ったんですよ。もう深夜何時ぐらい？深夜だいたい1時過ぎぐらいで、もう周りはもう静かなとこなんで、自分以外誰もいないだろうと思ってこっそり出て行って、でコンビニに向かって歩くんですけど、コンビニの方から車椅子に乗った自分と大体同世代ぐらいの女性がこうやって漕ぎながら近づいてきて、あ、私と同じで夜中なんか甘いもん食べたくなってる子いるんだ、あ、自分だけじゃないわ、よかった、みたいなことを内心思ってて、でその車椅子の女の子とすれ違う時にユノさんはその女性に対してこう会釈を軽くしたんですよ。でその女性側も女性側で漕ぎながら下からユノさんをこう覗き込むような形で見て、すれ違って、それ目が合った瞬間ちょっとゾクッとしたんですよ、ユノさん、なんか怖いなって、いいやって言って買い物して、で部屋戻ったらもうなんやかんやしてたら1時過ぎぐらいになってて、でもうそろそろ寝ないとダメじゃないですか、その時間帯って。だからもうママって寝ようとするんですけど、寝てる時に変な夢を見るんですよ。自分入院してるはずやのに夢の舞台が自分が住んでる家なんですよ。でユノさん普段は彼氏さんと同棲をしてるんですよね、でその彼氏と同棲してる家が出てくるんですけど、家の廊下が舞台になってて、で奥のリビングの方から彼氏と見ず知らずの女性の声が聞こえるんです、でよーく聞いたら言い合いをしてるんですよ。で気になるからユノさんは近づいてリビングと廊下の間のドアをこっそり開けて、こういう隙間から覗き込むように見てた、やっぱり彼氏いるんですよ。で彼氏の向かいには見たことない女性が立っている。誰って思ったらその女性がグググググってユノさんの方を向いてきた、ではっきり目が合うんです、目が合った瞬間、あって、寝る前にコンビニ行く途中ですれ違ったあの車椅子の女性、って思って、でその女性ユノさんとはっきり目が合ったから、そのドアの方に急に近づいてきて、でユノさんとっさなことで、これ逃げなまずいかもって思ったらしいんですよ、で走って廊下を駆け抜けて玄関のドアをパッと開けたら真っ黒な空間が広がってて、その空間に一歩踏み出した瞬間ベッドで目覚めたって。面白いですね。何や今あの夢って、なんかすっごい嫌な気がした。でその日の起きて、その日朝普通に過ごしてご飯食べて、お昼過ぎぐらいにお母さんがお見舞いに来たんですよ、でお母さんに昨晩見たあの夢の話をして、あんた遅い時間まで起きてるからそんな夢見るんよみたいなこと言われるんですよ、でなんかその日なんかユノさんはもうちょっと一人で寝るの嫌やと。でユノさんの入院してた病院ってその家族の人もちょっと泊まれるみたいな施設があるところで、今日ちょっと一緒に
なるべく追ってほしいっていうのをユノさんお願いして、お母さん泊まることになったんですよ。はい。でお母さんと、夜遅くまで、消灯してからですけどコソコソで喋りながら会話してる中で、またアイスクリーム食べたくなったんですよ、ユノさんが。でお母さんと一緒にしぶしぶコンビニまで向かうんですけど、さすがにお母さんと一緒だったら大丈夫やわ、そう思って病室から出ていくんですけど、コンビニの方から昨晩すれ違った車椅子の女の子がまた漕ぎながら近づいてきてる。これ絶対目合わすのやめよう。そう思ってお母さんと2人で向かってて、すれ違う瞬間、やっぱり女の子はユノさんのことをグーッて下から覗き込むように見てて、ユノさん無視をした。はい。でそのままコンビニの店舗の中入ってお母さんに「お母さん、さっきの女性やで、私が言ってたの」って言ったら「あんた何のこと言ってるの？いやさっきすれ違ったやん、車椅子の女の子やって」って言ったら「誰もおらんかったけどあんた大丈夫か？」って。その瞬間ユノさんは生きてるやつじゃないんだって確信した。でアイスクリーム買って病室戻ってこっそり食べてまた寝るんですけど、もうお母さんがそばにいてくれるから、もう安心して寝れるわと思って寝るんです。夢見たんですよ。はい。その夢っていうのが次明らかに自分が入院してる病室なんですよ。ユノさんが入院してる病室って4人の病室なんですよ。で各ベッドごとにカーテンが仕切られてる。でユノさんはなぜかカーテンの外側からカーテンの隙間をこうやって覗いてるのがユノさん。はい。でベッドの横にはお母さんがなんか身の回りの世話をしている。でベッドに寝てるのが車椅子の女の子ですよ。えってでベッドに寝てる女の子がお母さんと談笑をしている。自分のお母さんですよ。全く赤の他人がベッドにいる。いやわけが分かんない。で女の子がそのカーテンの隙間から覗いてるユノさんに気づいて指を交差してなんか言ってるんですけど口パクなんですよ。でユノさんはとっさに思った。私のお母さんやからそんなこともう離れてみたいなことを夢の中言ったらしいんですよ。でその瞬間病室のベッドでパッと目が覚めて病室の窓のカーテンを「〇〇さんおはようございます」って看護師さんが朝の身支度みたいなのをしてはって、夢やったよかったってなるんですけど、ここまでなんですよ体験は。でもこのユノさんと僕が会話してる中でこれはどうなんですかあれはどうなんですかみたいなキャッチボールをしてる中でユノさんが僕に言ってきた仮説があるんですよ。普通病院で知り合った幽霊だとしたら自分がもともと生活している家の夢を見せたりとかするんですかね。っていうのは最後の見た病室の夢はまだ病院で出会ってる幽霊だから病室の情景出てきたりわかるけど、その前の自分が彼と同棲してる家が舞台として出てきたのってこの女性の人ってもうおそらく亡くなってる人だろうっていうのは確信は持ってる。でもなんで私と彼が同棲してる家の舞台に入り込んできたんやろうなって思った時にユノさんの考察ではこれ病院で自分のことを見つけて悪さをしてきてる幽霊じゃなくて入院前から自分のことをずっと見入ろうとしてて実際にその喧嘩の描写あったじゃないですか。あれ本当に喧嘩の内容は情景は実際にあったことなんですよ。それは彼氏とユノさんが言い合いしてたなってのが全く一緒やからもしかしたらその喧嘩してる時にどっかで自分のことを見つけてついてきた霊が自分たちが喧嘩してる最中ドアの間からこうやって見てたのは幽霊側なんじゃないかっていう話を
されたんですけど、その考察って結構なかなか初めてやなって僕も思って、で実際そのまあ夢に干渉してくる話って結構いろいろあると思うんですけど、まあその今回に関してはまあユノさんが羨ましくて、ユノさんのように彼氏も持ってて、で家族にも愛されてみたいな、なんか入れ替わろうとしてるんかなっていう、まあそんなお話を聞かせていただいたっていう、そんなお話でございます。ありがとうございます。いや僕思ったのはやっぱ後者の方ですかね。うん、私と変われの方かなっていう。でもしかしたら病院にいて同じ年代で、彼氏もいて、はい、優しいお母さんもいてっていうユノさんのことが羨ましくって、そこと徐々にこう変わっていきたいっていう例なのかな。でそれがユノさんも気づかないうちに変わってたら怖いなって。そうですよね。うん、そこが一番ちょっとね、ゾッとしたポイントかな。で、実際ユノさんにそういうその、病院で出会った例の可能性もあるし、それ以前に、出会ってる幽霊かもしれない。でもその以前のところなんか心当たりないんですかとは聞いたんですけど、本当に全くないらしくて。で、それこそよくあるじゃないですか。若い人たちってやっぱり心霊スポットとか夜中行ったりとかするんですけど、そういうのも一切しない子だったんで、だからここでそんな例に気に入られてしまったんだろうっていう、はい、ちょっと僕の中では不思議やなっていう。面白いというか、ご本人めちゃくちゃ怖いでしょうし、すごく不思議なね。はい。だからその後遺症じゃないですけど、その日から夜中になんかコンビニとかどっか外に出る、一回家に帰ってくるじゃないですか、仕事とか帰ってからはもう一歩も外出ないって言ってます。だから多分もし自分が不意に近くのコンビニ買いに行こうってなった時に、またあの女の子とすれ違ったらどうしようが頭によぎるって言ってます。そうですね。はい。いやなんか本当怖いのが徐々にもう乗っ取られていって、でお母さんとか彼はもうユノさんと違和感なくもうその女の子と喧嘩したり話したりしてるわけじゃないですか。はい、でどんどんそれがこう進行してって、でもういつの日か本当にユノさんの顔はその人の顔みんなが認識しだして、なんか気づいたら、いや私こっちだって、そのこっちが打ってっていうね。そうなんですね。なんかこう悲鳴を上げたところで、テレレレレ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 。ちょっと見たいですね、それ。ちょっとなんかこう、ね、怖って思っちゃいました。世にも奇妙な物語で、こういう話あったら怖いなって思って。そうですよね。ちょっとそういう映像に誰かしていただければ。いや、ちょっと、なんかこう、これって誰しもが起こるかもって思うような、で逃れられないじゃないですか。ね、誰かとすれ違うなんて絶対あるだろうし、でその夜にねそういう目を見て自分とねその子が変わってるみたいなことってそういう目って見るかもしれないじゃないですか。そうなんですね。なんか嫌ですね。後引きますね。なんかちょっと胸くそ悪いなっていうのと、でもこの話って正直オチはないじゃないですか。言ったらこれで大丈夫だったんですとかじゃなくて、よりなんかユノさんが聞いた時に落ちない話が余計ちょっと僕の中では超リアルで怖い。